皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、針の木岳っていうねところですね、北アルプスに来ているんですけれども、朝5時半からですねずっと登って3時間半ぐらいかけてですかね、今山荘の方にね到着しました。もう道中は本当にひたすらキュートっていう感じだったんですけれども、結構最後がね大変でした。かなりジグザグのねつづらで大変だったんですけど、無事に到着しました。でもう今日はね気圧の谷間っていうところで雨がねもうすでに降り始めているので、もうテントをね早々についてからね張ってますね。もう10時にも満たないんですけれども、そんな感じでちょっと雨なので、今日はそんなに満足に撮影ができないかなとは思うんですけど、明日、針の木岳の方にね朝早朝に登ってね撮影をしていきたいなと思います。今日こんな感じなのでね、もし何か見えればいろいろと撮りたいなと思うんですけれども、すでに結構降ってきたのでちょっと様子を見ながら行きたいと思います。ひとまずねゆっくりとしながら辺りの景色を見て過ごしたいと思います。若干ね雨が弱まったので、蓮華岳方面にね登ってきてます。明日の朝はねあっちの針の木なので、今日はねできれば蓮華岳方面に行って天気を見ながら行ければ蓮華岳のね頂上まで行きたいなと思います。あとはねこの蓮華岳に行く途中のねこのちょっと崖崩れを起こしてるんですけど、この斜面もまた見事で、ちょっとこう紫っぽかったりオレンジっぽかったりね、その中にちょっと緑の色彩の、草が生えていたりとかね、ちょっとそういうところも、美しいので、撮影していけたらなという感じですね。じゃあちょっと、天気予報のねレーダーとか雷の予報も少し出てたので、リアルタイムで確認しながら、登っていきたいと思います。ひとまずねちょっとこんな感じの素晴らしい景色をねいくつか撮りながら登っていきたいと思います。最高です。はい、ということで無事に蓮華岳にね登頂しました。来る途中はいろいろ見えてたんですけどね、もう徐々にしけってきてガスガスっていう感じで何もほとんど見えないですね。雷鳴はまだ聞こえてないので大丈夫だと思うんですけど、明らかにしけってきてるのでね、これで早めに下っていきたいと思います。割とねこうハイマツとか、あと草紅葉がねちょっと綺麗だったりだとかね、黒豆の木の紅葉とかもあったりとかするので、そういったものもちょっと撮れたらいいかなと思います。あんまり長居するとね雨もちょっと降ってきたので、40分ぐらいかかるのでね下るのに、気をつけて宿にテントに戻りたいと思います。じゃあとりあえず下ります。すごいね気持ちよかったです。最高です。霧に包まれた稜線に板通りの紅葉が広がりました。時折山がかすかに見える瞬間がとても印象的です。苔が蒸すように岩鉱卵やハイマツが稜線の岩を飲み込んでいく姿は、かつて小さな遺跡があったかのような不思議な光景です。山頂から下るときにね一瞬ざっと雨が降り始めたんですけど、またね日が差してこんな感じで晴れ間が差してますね。で今山のね下のところに、雲がねまとわりついていて、日が当たってねそこからもやが発生して跳ね返っていくね、そういったちょっと躍動感のあるシーンをですね撮ってみたいなと思ったので、三脚を置いて ND1000 を使って、かつハーフ ND でちょっと、上部のね露光を抑えて、長秒でね撮影してます。結構雲の動きがあるので、そういった撮影もね面白いかなというふうにね思います。で今回三脚またね、持ってきてるんですけど、僕2年間ぐらい青花のねこの三脚使ってて、山岳では、
KF254C っていうねコンパクトなんだけど、しっかりとした設計というかね、なので好んで使ってて、アイスランドとかでもねバンバン使って酷使してしまったんですけれども、それで結構ね古くなってきちゃったので、2年経ってねリニューアルしてまた新しいのを導入してね使ってます。本当に山岳とかでね写真撮るとかある方はですね、重い三脚だとね困ったりするし、かといってコンパクトすぎても風が強かったりするとなかなかっていうところもあるんですけど、これ結構バランス取れていて自分的にはすごくおすすめなので、また概要欄の方にリンク貼っておきますんでね、興味のある方はねご覧ください。じゃあちょっとね、この雲の動きを取りながら少し晴れ間が差したので、気持ち穏やかにね降りていきたいなと思います。お腹空いたんでね、山荘のラーメンとかね食べようかなと思います。じゃあこちらで撮れる写真はこんな感じです。しばらくして再び強い雨が降り始めました。この日の夕方は漂う雲を眺めながら静かにテントで過ごすことにしました。予報では少しずつ天井が低くなるはずですが、なかなかその兆しがなく、ちょっと不安になる瞬間もありました。ただただじっとしていると体温も下がるので、適当に動き続けました。気長に待っていると、やっとその時が訪れました。だいぶね待ったんですけれどもね、やっと雲がね引いてきて、こんな感じの、こっち側が黒部ダムのねダム湖になりますね。こっち側が須張岳の方になるんですけど、この須張岳のね稜線がすごくかっこよくてですね、黒部ダム側はねかなり切れ落ちてたりしてワイルドな、斜面で、ちょっと影にはあるんですが、その影にあるからこそねすごくねこう生々しいというかね迫力がある感じですね。で抜けていったその、雲に光が透過してすごく綺麗なので、ちょっとそんなところをですね撮影したりなどねしてます。あとはね結構クローズアップして撮るとね迫力があるところもいくつかあるので、望遠レンズを使って今回 GFX の、100S2 っていうやつと、XT5 で望遠ですかね、両方使ってちょっとできる限り、いろんなカットを撮りたいなと思いで持ってきてたので、ちょっと寄ったカットと広いカットとそれぞれ撮っていきたいと思います。じゃあちょっとね忙しいんですけれども、できる限りたくさんのカットを撮っていきたいなと思います。いや最高の朝でした。最初はちょっとどうなのかなって感じでしたけどね、しっかりと沈んできてくれてよかったです。最高超綺麗。雲の隙間から少しずつ見え始めた黒部湖。険しい山域に閉ざされたその姿は最高に美しく、初めて生で見たその感動をこの一枚で思い出します。駆け上がる雲の隙間に座り岳のピークが見え始めます。まるで山全体が生きているかのようで、力強くもどこか優しさにあふれた光景です。はい、ということでですね、無事に、テント場までね戻ってきたんですけれども、本当に雲が落ち着いてから、
20分ぐらいですかね、撮影できたのは。あっという間にねまた雲に飲まれてしまったんですけれども、その本当につかの間の20分、本当に素晴らしい景色をね見れて、また撮影できてね、本当にね良かったです。もう雲っていうかね、霧の中ずっと登っていって到着して、もうガスガスの中でずっとぼーっと座ってると、何やってんだろうなみたいな気持ちになってきちゃうシーンもねあるんですけれども、やっぱり日が昇ってくると一瞬だけやっぱ落ち着くタイミングってあってですね、そのタイミングうまく今回もね捉えられてよかったかなと思います。2日間蓮華岳と針の木岳と、行ったんですけれどもね、本当に穏やかな静かな場所で、普通の後ろ立山とかにはまたない雰囲気というかね、味わえたのでね、すごく居心地が良かったです。また来年もね必ず来たいなと思います。じゃあこれでご飯食べてね帰ろうかと思うんですけれども、今回も最後までねご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。